ちょっと、この画面見てほしいんやけど。なんか左上に表示されてるね。破壊したブロック。せやで、こんな感じで破壊したブロックとプレイヤーを表示したり、チャット欄を監視して、特定の語句があったら何かを実行する。カスタムコマンドみたいなことをやりたくなること、あらへん。ああ、イベントをトリガーして何かを実行するやつね。それってコマンドでできないの？マインクラフトのコマンドシステムって、プログラミングとちゃうから、条件分岐とか制御構文は苦手やねん。じゃあ、カスタムコマンドとかブロックの破壊をトリガーするのは無理なのか。あれはスクリプト API。こういう時こそ、出番でしょ？確かに、これは、JavaScript というプログラミング的アプローチを取るから、そういうのも可能ではあるんやけど、ちょっと複雑なこと、例えば、外部の API とかライブラリを用いた発展的なことをやろうとすると案外力不足なんよ。で、今回の動画はタイトルにもある通り、スクリプト API とは別の方法でイベントのトリガーと実行をやってみようって話。結論を言うと、鍵を握るのがデッドロックパイ。何それ？アップルパイの仲間？食べ物の話してどうすんねん。これは Python 中プログラミング言語のライブラリの一つで、簡単に言えば Python を用いてゲームに干渉し、いろんなイベントをトリガーすることが可能になんねん。Python でゲームを動かせるの？そういうことになるな。冒頭の映像も実は Python でコマンドを実行して作ってんねん。スクリプト API じゃないんだ。でもさ、Python でゲームを動かして何が楽しいの？一番大きいのは、外部のライブラリを使える点やろうな。例えば、ChatGPT の API を使うことで、マイクラ内で AI と会話できるシステムを Python で構築したり、ファイルの読み書きも可能になるから、データの保存とか、あるいはデータベースを参照して、ワールドに変化を加えることもできるかも。面白そう。スクリプト API じゃできないところだね。百聞は一見にしかずということで、まずは簡単なスクリプトを書いてみよう。で、まず必要になるのが Python の開発環境。このチャンネルで Python 触るの初めてかな？せやな、まだインストールしてへん人は、まずはこのページからインストールしよう。Python は今流行りの言語やし、何かとあると便利かも。で、あともう一つはこのライブラリそのもの。Python が使える環境では PIP も使えると思うから、ターミナルでこのコマンドを実行してインストールしよう。そしたら、適当な場所を開いて、Python のファイルを新規作成。適当な名前 py という名前であれば OK。そしたら、これを VS のようなテキストエディタで開いて、最小構成となるスクリプトを書こう。まずは先ほどインストールしたライブラリから必要なモジュールをインポールと、続いてサーバーオブジェクトを作成して、それを変数 app に格納。最後に app スタートでサーバーを起動。今回は公式リファレンスに沿ってポート番号を6464としてみよう。スクリプト全文はこんな感じ。概要欄にあるサイトからコピペできるで。これで終わり？何か特別なことをしているようには見えないけど。スクリプトの最小構成としては、そう。まずはちゃんと動くか見てみよう。ターミナルを開いて、このコマンドを実行するか。留守構図右上の矢印マークを押せば OK。ターミナルの方には何も表示されてへんとは思うけど、マインクラフトのゲーム内で、こんな感じのコネクトコマンドを実行して、サーバーへの接続を確立しましたと表示されれば成功。それがわかれば、一旦、実行中のターミナルを中止して、次にイベントをトリガーするスクリプトを書いてみよう。どんなスクリプトを書くの？まずは、さっき見せたように、簡単に、ブロックの破壊をトリガーして、メッセージとしてそれを送信する例。非同期で実行する関数ブロックブロークンを定義して、引数を CTX としよう。
続いてブロックを破壊したプレイヤー名を取得して、それを変数に格納。プレイヤー名は、こんな感じで取得できるで。なんでそんなのわかるの？この事情は後で話すわ。同じように、破壊されたブロックも取得して変数に格納。今回は CTX-ID。次に、これらの変数を元に出力する機構を作っていこう。CTX サーバー、LAN で任意のコマンドを実行できて、この引数に、正コマンドを指定する感じでええかな。あ、F 文字列だ。Python らしいよな。そしたら、これを保存して、同じように実行しよう。接続が切断されているので、再度コネクトコマンドを実行するのも忘れずに。これでブロックを壊すとメッセージが送信されてるのがわかるやろ？ほんとだ。正コマンドが実行されてるのかな？こんな感じで Python を使ってゲームに干渉できてることがわかるな。同じようにプレイヤーのメッセージを監視して、それに応じて何らかの処理を行う関数も書いてみよう。非同期で実行する関数、プレイヤーメッセージを定義して、引数を CTX に設定。さっきも使った CTX サーバー、LAN で、ダイヤモンドを一つ与えるコマンドを実行してみよう。ここでメッセージを送信すると、あ、ダイヤモンドが増えてる。これは、メッセージの文言によらず、メッセージの送信をトリガーしたら、必ず、特定の処理を行う例やな。これを応用してカスタムコマンドを作りたいね。やってみよっか。さっきの関数に戻って、まずは送信されたメッセージ自体を取得して変数に格納しておこう。これは CTX メッセージなんだ。そして、if 文を用いてもし、このメッセージがハテナで始まるなら、このコマンドを実行するよう定義すると、例えば、ハテナテストというメッセージだとコマンドは実行されるし、テストだと実行されへん。メッセージに応じて処理を変えることもできるんだね。で、この if 文の中身を変えて、メッセージがハテナイヤモンドであるかどうかを判定するようにすると、完全一致で、ハテナイヤモンドというメッセージでないとダイヤモンドはもらえへん。これが事実上のカスタムコマンドとして動作するんだね。せやな。他にもこんなのをトリガーできるよ、という例として、アイテムを右クリックして使用したことを検知してみよう。スクリプト API で簡単にできるよ。Python でやるからええんよ。ここでは、非同期関数、アイテムユーズドを定義しよう。で、ここでアイテムを使用したプレイヤーとか、使用したアイテム名を取得したいなって思うやん。もちろん。どうするの？それがわからへんのよ。ダメじゃん。で、そんな時にどうすればええのかって話。まずは、プリント CTX データと書いてみよう。データを出力するのかな？そういうこと。で、ゲーム内で何でもいいから使えるものを手に取って、右クリックして使った後にターミナルを見ると、なんか色々表示されてるね。ここに表示されてるオブジェクトを元にこれを解析すればええことがわかるな。ということで、改めてスクリプトを書き直そう。使用したアイテムは、さっきのデータのアイテムと U キーの ID に保存されていることがわかるから、このようにして取得。同じように、プレイヤー名も取得して変数に代入しよう。これはさっきと同じだね。このプリントはいらんから削除して、代わりに、これらの変数からコマンドを実行するスクリプトを書いてみよう。この状態で雲の目を使うと、あ、左上にメッセージが出てきたね。カスタムアイテムのチョコミントアイスも、こっちも表示されてる。名前空間はない感じかな。確か、データにネームスペースが含まれてたと思うから、そこから抽出することで名前空間も表示できそうやな。で、最後に何がトリガーできるの？という問題。これに関しては、ベッドロックパイの公式リファレンスにほとんど書いてて、他にも、ブロックの設置とか、ワールドへの参加とかトリガーできるみたいやで。割とできること多そう。これと外部のライブラリを組み合わせたら、だいぶ自由度が広がると思うわ。ウプ主も、
これを使ったプロジェクトを2つほど計画中だったり。ということで、Python を使ってマイクラを操作できるベッドロックパイの紹介でした。スクリプト API と使い分けつつって感じかな。それもええかもな。ただ、これ自体はアドオンじゃない点には注意。結構楽しいので、みんなも触ってみてね。関係ないけど、アンケートも実施中です。